皆さんこんにちは。卓球用具の奥深い材料科学の世界をハッキングし、カタログスペックの裏側に隠された物理的真実を解き明かすチャンネル、テーブルテニスインサイトへようこそ。ナビゲーターの用具マニア、ケンジです。こんにちは。アシスタントのみさきです。ケンジさん、今日のテーマは動画のコメント欄にインナー全盛期だけどアウターのスピードも諦めきれない、どうすればいいという切実な質問をいただき、私たちが最新のレポートをもとに徹底的に調べ上げたシリーズの第67弾です。はい。現代の卓球用具の歴史を振り返ると、ルール変更、特にスピードグルーの禁止やプラスチックボールへの移行によってラケットの設計手相は大きく振り回されてきました。ボールが硬く重くなったことで、純木材ラケットでは前陣でのピッチの速さや後陣からの引き合いで打ち負けてしまうようになり、特殊素材ラケット、特にアリレートカーボンを搭載したモデルが市場を席巻するようになりました。そうですよね。でもアウターカーボンだと飛びすぎで台上でボールを制御できないし、インナーカーボンだとしっかりスイングしきれないとボールにスピードが出ないっていう永遠のジレンマですよね。私もまさにその沼にはまっています。そのジレンマに対するメーカー側の最新の、そして極めて知的な回答として、2025年3月21日にバタフライから発売されたのがアウターフォース ALC です。このラケットはアウター仕様でありながら、従来の常識を根底から覆す上板に柔らかいアユース材を採用するという材料力学的に極めてアグレッシブな設計を採用しているんです。アウターなのに柔らかいアユース。アウターといえば硬いこと材って相場が決まっていると思っていました。まさにそこがメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない真実なんです。今回はこのアウターフォース ALC を基準モデルとして、その得意な積層構造の謎を解き明かしとともに、世界市場を徹底調査して見つけた全く同一の積層構造を持つ驚きのクローンモデルや、設計思想を共有する国内外の競合発展モデルについて科学的データに基づいて解説していきます。今回の動画はアウターのスピードとインナーの球持ちを同時に手に入れたいと願う画面の前のすべてのプレイヤーにとってまさに必見の内容になっていますよ。アウターなのにインナー並みにつかむなんて聞くだけでワクワクしますね。各論に入る前に今回の包括的レポートから判明した最大の発見をいくつかピックアップして教えていただけますか？はい。今回のエグゼクティブサマリーとして画面の前の皆さんに衝撃を与える3つの重要発見を提示しましょう。お願いします。1つ目、バタフライのアウターフォース ALC が採用している上板アユース、アウター ALC、中芯キリという一見すると超異端な構成ですが、実はこれかつてバタフライから発売されて熱狂的な信者を生み出したものの廃盤となったあの歴史的名作ビスカリアライトの DNA を現代のプラスチックボール仕様に再定義した決闘的後継モデルだったんです。あのビスカリアライトの復活なんですか？伝説のラケットの名前が出てきて興奮します。2つ目、この上板アユース、アウター ALC、芯材キリ、板厚 6.2 ミリという厳格な積層プロファイルをミリ単位で完全に踏襲している完全同一クローンモデルが中国のサンウェイから F1 クラシックという名前でリリースされていることを突き止めました。全く同じ構造のラケットが他社からすでに出ているんですか？そうです。素材も配置も板厚も完全に一致します。そして3つ目、アウターフォース ALC が厚さ 6.2 ミリというかなり分厚い設計でありながら、平均重量86グラムという圧倒的な軽量性を達成できた裏には、低密度低比重の木材であるアユースを贅沢に使用したメーカーの緻密な重量シミュレーションのトリックが隠されていました。厚いのに軽い。それってスイングスピードを上げたいプレイヤーにはたまらないメリットですね。はい。この後のパートでは、災害層アユースがもたらす時間差接触メカニズムの数式的な裏付けから、国内外のライバルラケットとの徹底比較、そして生態バイオ力学的なスイング特性への影響に至るまで、極限まで深掘りして解説していきますよ。それでは各論に入っていきましょう。まずこのアウターフォース ALC の最大のアイデンティティであるトップベニア、つまり上台板、災害層にアユース材を採用していることの材料力学的な意味について解説します。アユースって普段はラケットの中芯とかインナーの添え板とか内側の目立たないところに使われているイメージがあります。それをあえて一番外側のボールが直接当たる表面に持ってきたんですよね。その通り。通常アウター ALC ラケット、例えばティモボル ALC やビスカリアなどは上台板にコト材という非常に硬い木材を採用しています。
ここで国際卓球機器フォーナムなどのデータベースから木材の硬さを示す客観的指標であるヤンカコードを比較してみましょう。ヤンカコード、木材の表面に金属の玉を押し付けてどれだけへこみにくいかを測定する硬さの単位ですよね。そうです。ビスカリア等に採用されている琴材のヤンカコードは約920です。これに対してインナー ALC の上台板に多く使われるリンバ材は約670。そしてこのアウターフォース ALC に採用されているアユース材はなんと約430しかありません。琴材の半分以下、リンバ材と比べても圧倒的に柔らかいじゃないですか。そうなんです。この約430という極めて低い高度こそがアウター特有の玉離れの速さを手なずけるための最大の鍵なんです。インパクトの瞬間、ボールが特殊材である ALC の硬い層にどつかって弾き出される前に、表面の柔らかいアユースが物理的に潰れ、クッションとなってボールを包み込む。だから打球感は非常にソフトでマイルドになり、驚異的な球持ちを感じることができるんです。災害層が柔らかいだけで、そんなに球持ちって変わるものなんですか？これを物理的に説明するために、レポートでも紹介されている接触時間の簡易的なバネ質量計モデルの数式を見てみましょう。ボールがラケットに接触して離れるまでの時間 TC は次の式で表されます。TC イコール π× ルート K プライプラスキーボール分の M。ここで M はボールの質量、キーボールはボール自体のバネ定数、そして K プライはラケット表面の透過バネ定数を示します。透過バネ定数。つまりウエタンが硬いコタ材だと K プライが大きくなるから分母が大きくなって接触時間 TC は短くなる。つまり一瞬でボールが離れちゃうんですね。その通り。しかしアユースウエタンのようにヤンカコードが半分以下になると表面の透過バネ定数 K プライが劇的に低減されます。その結果、数式上も接触時間 TC がコンマ数ミリ秒確実に引き伸ばされることになるんです。このコンマ数ミリ秒の時間差がプレイヤーの脳にボールを掴んでいるという絶対的な安心感を与えるわけですね。まさにそれです。インパクトの初期段階ではアユースが潰れてボールを深く掴み、そのコンマ数ミリ秒の後に直下のアリレートカーボンが元の形に戻ろうとする強烈な復元力を発揮して一気にボールを弾き出す。この2段階の時間差接触こそがアウターの破壊力とインナーのコントロールを両立させる材料力学的なブレイクスルーなんです。さて、このアウターフォース ALC ですが、実はバタフライが完全なゼロから開発した全く新しいコンセプトではないという歴史的真実を解き明けましょう。エグゼクティブサマリーでもちらっと名前が出ていましたね。バタフライの廃盤レジェンドモデル、ビスカリアライトの DNA を受け継いでいるって。はい。かつてバタフライのラインナップに存在し、今でも中古市場で超高値で取引されているビスカリアライトの積層構成を見てみましょう。バタフライの公式アーカイブ資料や用具フォーラムのデータによると、その積層はアユース、ALC、アユース、キリ、アユース、ALC、アユースとなっています。あれ？アウターフォース ALC の積層構成と完全に1ミリの狂いもなく全く同じ木材の組み合わせじゃないですか。そうなんです。当時このビスカリアライトはアウターカーボン特有の飛びの鋭さは欲しいけれど、チキータや台上でのストップを木材のように繊細にコントロールしたいという先駆的なプレイヤーたちから熱狂的に支持されていました。でもそんなに素晴らしいラケットなのにどうして廃盤になっちゃったんですか？当時はまだセルロイドボールの時代だったため、このラケットの柔らかさが一部のハードヒッターにとってはしなりすぎてパワーが逃げると感じられる局面があったからなんです。しかし、ボールが重く回転がかかりにくくなった現代において、このソフトなアウターというコンセプトの価値が劇的に見直されることになりました。コンセプトは同じでも現代によみがえるにあたってアウターフォース ALC はビスカリアライトからどんなパワーアップを遂げているんですか？一番の決定的な違いは板の厚みとそれに伴う曲げ合成の圧倒的な強化です。ビスカリアライトは当時の測定データによると板厚が約 5.6 ミリから 5.7 ミリと非常に薄めで設計されていました。そのため軽量で操作性は高かったものの、プラスチックボールを相手にするとラケットがしなりすぎてボールを強く押せない、推進力不足になる弱点がありました。現代の重いボールを飛ばすにはパワー負けしちゃうんですね。そこでバターフライの設計チームはアウターフォース ALC において板厚を 6.2 ミリまで大幅に増圧したんです。
5.6 ミリから 6.2 ミリって 0.6 ミリも厚くなっているじゃないですか。ラケットの 0.6 ミリってとんでもない極厚化ですよね。物理学においてブレードの曲げ合成、たわみにくさは板の厚みの3乗に比例します。つまり、わずかな厚みの増加であっても、たわみにくさは劇的に跳ね上がるんです。これにより、最外層のアイユスで極上の玉持ちを確保しつつも、板自体の厚みによって、重いプラスチックボールを直線的に力強く弾き飛ばす、圧倒的なアウター ALC 特有の推進力を獲得することに成功したんです。さて、バタフライアウターフォース ALC が現代にアユース最外層アウターの価値を再定義した一方で、国際市場に目を向けると驚くべきラケットが存在しています。中国の専門メーカーサンウェイの F1 クラシックです。F1 クラシック、なんだかモータースポーツみたいな名前ですね。この F1 クラシックの公式積層プロファイルを見てみましょう。なんと、アユース、アリレートカーボン、アユース、キリ、アユース、アリレートカーボン、アユースとなっているんです。木材の種類も特殊素材 ALC の配置も本当に完全に同じじゃないですか。それだけではありません。板厚を測定すると、この F1 クラシックも 6.2 ミリに設定されているんです。板厚までぴったり 6.2 ミリ。これは単に似ているというレベルを超えていますね。完全にアウターフォース ALC の設計図を共有しているクローンじゃないですか。国際卓球機器フォーラムの検証スレッドによると、サンウェイはもともとビスカリアの構造をベースに上板をより柔らかく、芯材をキリにして扱いやすくカスタマイズするというアプローチで、アウターフォース ALC の発表よりも前からこの F1 クラシックを研究開発していました。つまり、アユース最外層アウターの力学的な有用性に中国のメーカーも完全に気づいていたんです。バタフライのアウターフォース ALC と全く同じ構造のサンウェイ F1 クラシックですが、実際の打球感や実打性能はどうなんですか？ティティギアラボの物理計測データベースや海外の実打検証レビューによると、 F1 クラシックはアウターフォース ALC とほぼ判別不可能なレベルで酷似したフィーリングを提供していると報告されています。本当ですか？はい。アユース上板がインパクトの初期段階でボールを深く食い込ませ、不快な高音域の金属振動をアユースの末板とキリの芯材が素早く減衰させる。そのため、強打しても手がしびれず、アウター ALC なし直線的で非常に鋭い弾道特性を高いコントロール性で両立しています。でもバタフライのアウターフォース ALC ってメーカー価格がそれなりにしますよね。F1 クラシックはどうなんですか？そこが中国メーカーの凄まじいところで、F1 クラシックは半分以下の圧倒的な高コストパフォーマンスで手に入れるんです。もちろん、バタフライの日本国内の極限まで精密な木材選別や個体差のなさというブランド価値は絶対ですが、同じ積層構成が生み出す最高峰の力学をリーズナブルに体験したいというプレイヤーにとっては、F1 クラシックはこれ以上ないハイクオリティクローンとして機能します。完全同一構造の F1 クラシックに続いて、今度はこのアユース最外層アウターという基本構造をベースに、より破壊力を高めるためにさらに一歩発展させた国際的モデルを分析していきましょう。発展型ですか？もっとパワーが出るラケットがあるんですね。はい、その筆頭が同じくサンウェイからリリースされている F3 プロです。 F3 プロ、F1 クラシックとは何が違うんですか？積層構成を比較してみましょう。F3 プロはアユース、ALC、アユースの中芯、コアとなっています。アユース、ALC、アユースとなっています。あれ？最外層のアユースやアウター ALC の配置は同じですが、一番真ん中の中芯が違いますね。鋭い。アウターフォース ALC や F1 クラシックの中芯には軽くて柔らかいキリが使われていましたが、この F3 プロの中芯には高密度で粘りのあるアユースが贅沢に採用されているんです。板厚のロットによって最大 6.4 ミリと非常に分厚く、全体の平均重量も約 90g とかなりずっしりした重厚な仕様になっています。真ん中をキリからアユースに変えて重く分厚くしたことで、実際のプレー感覚はどう変わるんですか？これによってラケットの底力、ボトムパワーが劇的に向上します。キリ芯材は振動をすぐに収束させて軽快に弾くのが特徴ですが、芯までアユースにすることで、ボールを強打した時のエネルギー保持力としなりからのキック力、反発復元特性が飛躍的に高まるんです。エネルギーをロスせずにボールに全部乗せられる感じですね。はい。この特性は特に中国製の硬質粘着ラバー、強氷などを貼った時に進化を発揮します。
アウターフォース ALC のようなキリシンの軽量ラケットだと、粘着ラバーの重さにラケット側が負けてしまい、ボールが滑って落ちる感覚を抱くハードヒッターもいます。しかし F3 プロの重厚なアイウース芯材であれば、強烈なインパクトで粘着の硬いスポンジにボールを完全に食い込ませ、アウター ALC の反発力と共振させて、相手のコートでバウンドした後にキックする、急激に沈んで伸びる凶悪なドライブを放つことができるんです。次の発展型モデルは中国のロシモブランド W フィッシュソギオのプロジェクト Z です。これは中国ナショナルチームのトップ選手、周慶ハオ選手とが協業で生まれたプロフェッショナル仕様アウター ALC ラケットです。ジョーキンハオ選手、中国の超強力なフォアハンドとアグレッシブなプレーで有名な選手ですね。どんな構成なんですか？積層構成はコト、グリーン ALC、アユース、キリ、アユース、グリーン ALC、コトとなっています。あれ、上板はコト材なんですね。アユースじゃないんですか？そう、災害層はコト材を採用しているため、アウターフォース ALC のような軽立ちの柔らかさはなく、アウター ALC らしい直接的で非常に硬質な打感になります。しかし、特殊素材の直下にある戸板のアユースと厚手切り芯材の組み合わせはアウターフォース ALC と全く同一なんです。なるほど。上板は硬くして初速の速さを限界まで高めつつ、中のアユースとキリでインパクトが深くなった時の衝撃を吸収して球持ちを確保するという思想なんですね。その通り。アユース上板では自分のスイングスピードだと少しスピードが物足りない。もっと鋭い初速が欲しいけれど、打球時の嫌な微振動はキリとアユースで手なずけたい。という超攻撃型のトッププレイヤーに向けたアウター ALC の極限仕様の発展型構成といえます。続いて、ヨーロッパのロシモメーカーであるドニックのオリジナルエクスクルーシブカーボンを見てみましょう。これは非常にリーズナブルでありながら、アユースの物性を生かした独自の設計思想を持つラケットです。ドニックのエクスクルーシブカーボンですね。どんな積層構成なんですか？積層はアユース、アユース、カーボン、キリ、カーボン、アユース、アユースとなっています。特殊素材は ALC ではなく標準的なカーボンなんですね。はい。そして何より全体の板厚を 5.5 ミリとアウターフォース ALC の 6.2 ミリに比べてかなり薄く設定しているのが特徴です。5.5 ミリはかなり薄いですね。薄いということはすごくしなりそうです。アユース常磐の柔らかさに加えて薄さによる深いしなりが極端に現れます。アウターフォース ALC が板を分厚くすることでアウター特有の直進パワーを維持したのに対し、このドニックモデルはカーボンアウターを入れて弾性を確保しつつも、5枚合板の木材ラケットのように極限まで曲がってボールをつかむコントロールラケットとして設計されているんです。スピードよりもスピンとコントロールを重視したソフトアウターの入門用として最高の一本ですね。このアイユース災害層アウターという設計思想を共有する4つ目の類似モデルがドイツの先進的メーカージューラのチャレンジャーカーボンです。ヨーラのチャレンジャーカーボンですか？どんな特徴があるんですか？積層構成はアイユース 3K カーボン、タングウッド 3K カーボン、アイユースとなっています。板厚は 5.8 ミリ、平均重量は約 85g から 90g の間で推移しています。 3K カーボンって何ですか？3000本の高密度な炭素繊維の束を縦横に編み込んだ非常に合成の高い高弾性カーボンです。そして一番のポイントは中心にキリではなくタングウッド、つまり油切りという東南アジア原産の軽量でありながら一定の硬度を持つ木材を使用している点です。アユースをアウタで掴む思想は同じだけど、中のカーボンと芯材を硬くしてあるんですね。その通り、アイユースアウターによってボールを一瞬抱え込ませた後、光合成の 3K カーボンとソリッドなタングウッド芯材がボールを硬質に弾き出します。切り芯材よりもややパキッとした硬い打球感になり、スピードドライブやミート打ち、スマッシュといった攻撃技術における一撃の決定力を大幅に底上げしてくれる非常に攻撃的なモデルです。ここまで国外の様々なモデルを見てきましたが、そもそもなぜ現代卓球においてインナー全盛期と言われるこの時代にわざわざアウターであるアウターフォース ALC のようなモデルが注目され回帰が起きているのか、その真相に迫りましょう。確かに周りを見てもみんなインナーのラケットばかり使っています。でもインナーにも弱点があるってことですか？はい。これはプレイヤーたちが直面している物理的な限界によるものです。インナーフォースレイヤー ALC などのインナー構造は深く食い込ませれば素晴らしいスピンと威力を発揮しますが、ラリースピードが極限まで高速化した現代卓球においては
自分の体勢が崩れた時やコンパクトなスイングしかできない時に十分な初速、ファーストスピードが出ないという弱点があります。わかります。差し込まれて詰まった時とか、手首だけでちょりっと打った時にボールが全然飛ばなくてネットミスしちゃうんですよね。そうなんです。インナーはフルスイングして初めてカーボンのポテンシャルを解放するラケットだからです。しかし、アウター構造は特殊素材が表面に近い最外装直下に配置されているため、微小なスイングパワーや当てるだけのブロックであっても、直ちに ALC が反応してボールに強い初速と推進力を与えてくれるんです。アウターなら体勢が崩れてもしっくり相手コートに鋭いボールを返せるんですね。でもそれならどうして最初からみんなアウターを使わないんですか？やっぱり硬すぎてコントロールできない、台上技術や回転をかける前にボールがすっ飛んでいくというアウター特有の恐怖感があるからですよね。そうなんですよ。ちょっとでも力加減を間違えると全部オーバーミスするイメージがあります。そこに対するメーカーが決して公表しない材料工学的なブレイクスルーこそがこのアウターフォース ALC のアプローチなんです。アウターの微小なスイングでもすぐに ALC が反応して初速を高めるという絶対的な機動力のメリットを 100% 確保しつつ、上盤にヤンカ高度約430という極限まで柔らかいアユース材を配置した。そうか。表面の木材を究極に柔らかくすることで、アウターの暴れ馬な飛びを木材の物性だけで手なずけて調和させたんだ。正解です。インナーのように特殊素材を内側に引っ込めるのではなく、アウターのまま表面の木材の柔らかさでインナー並みのつかみを実現した。これが現代のゲームスピードに適応しながらもコントロールを失わないためのまさに最も知的なアプローチなんですね。しかし、最外装にこれだけ柔らかいアユース材を採用すると、実は大きな副産物、つまりリスクを伴います。リスク、どんなことですか？柔らかい木材はインパクトの衝撃を吸収するため、ラケット全体がしなりすぎてしまい、ボールを押し出すためのエネルギー伝達効率が低下する。つまりスピードが死んでしまうリスクがあるんです。確かに柔らかすぎるとべちゃっとした打球感になって強いボールが打てなさそうです。バタフライの設計チームはこの物理的なエネルギーロスを相殺するために非常に緻密な計算を行いました。それが先ほど第6パートでも触れた板厚を 6.2 ミリまで厚く設定するという設計変更なんです。厚さを増してラケットのたわみにくさを上げたんでしたね。はい。物理学における針のたわみ理論において、板の曲げ合成 EI は板の厚さ H の3乗に比例します。EI 比例 H の3乗。標準的な 5.7 ミリから 6.2 ミリへと板厚をわずか約 8.7% 厚くしただけで曲げ合成は約 30% 近くも跳ね上がるんです。この驚異的な合成の向上によってアユース常磐によるエネルギーロスを完全に相殺し、打球時のエネルギーをロスなくボールへと伝達してアウター ALC 特有の直進的なパワー特性を維持しているんです。厚くすることでパワーを確保したのは分かりましたが、厚くなると打球感がポコポコ響いて手に伝わる感覚が気持ち悪くなったりしませんか？そこを解決しているのがソイタのアユースに挟まれた中芯の切り材のタイトな構造と振動減衰プロセスです。キリって昔からワタンスとかに使われている軽くて乾いた木ですよね。ラケットの芯材としても超メジャーです。キリは非常に軽量でありながら打球衝撃を受けた後の変形復元速度、つまり弾性回復が極めて速いという優れた力学的物性を持っています。打って曲がった後、元の形にビシッと戻るのが早いんですね。はい、アユース上板のクッションでボールを十分に抱え込んだ直後、このキリ芯材の高速な復元エネルギーがアウターに配置されたアリレートカーボンの引っ張り復元力と完璧に共振します。そして余計な残響を素早くシャットアウトしてクリアな打球振動へと収束させつつ、驚異的な初速となってボールを前へと力強く弾き出すんです。木材の復元力とカーボンの復元力が見事なハモリを見せているわけですね。でもケンジさん、板厚を 6.2 ミリまで厚くしたってことは、その分ラケット自体の重さもかなり重くなっちゃうんじゃないですか。重いラケットは振り切るのが大変だし、女性やジュニア選手は嫌がりますよね。普通ならそう思いますよね。例えば同じアウター ALC の極厚モデルであるバタフライのフレイトス ALC は板厚 6mm ですが、平均重量は約 89g とかなり重めに作られています。やっぱり厚くすると重くなりますよね。しかし、このアウターフォース ALC は板厚 6.2mm という極厚設計であるにもかかわらず、
なんと平均重量約 86g という圧倒的な軽量性を達成しているんです。熱いのに一般的なラケットよりもむしろ軽いじゃないですか。一体どうしてそんな魔法のようなことができるんですか？これこそがメーカーが決して公表しない軽量化のトリック、低比重木材アイウースの選定の魔法なんです。災害層及び天板に採用されているアイウース材は、表面材としてよく使われる琴材やリンバ材に比べて繊維の密度が非常に低く、比重が圧倒的に軽いのが特徴です。なるほど。軽い木材を贅沢に使っているから分厚くしても全然重くならないんだ。そうなんです。この低比重特性を生かして積層全体の厚みを増やし、剛性とスピードを高めつつ、ラケット全体の質量を最小限に抑え、スイング時にかかる遠心力、つまり慣性モーメントを劇的に減らすことに成功しているんです。軽快に振り切れるから、全員での両ハンドのピッチがさらに速くなります。いやー、構造の違いから最新の力学データ、そして軽量化のトリックまで本当に目から鱗の連続でした。これだけ特徴がはっきりしていると、画面の前の皆さんも自分にはどれが合うんだろうとイメージが膨らんでいると思います。そうですね。結論として今回解析したアイウース災害層アウター ALC の技術動向に基づき、皆さんのプレイスタイルに応じた最適な選択肢を整理しましょう。はい、教えてください。まずバタフライのアウターフォース ALC は次のようなプレイヤーに最高最善の選択となります。日本国内の最高峰の工業精度と個体差のない完璧な品質管理のもと、最高品質の用具を使用したい人、アウターカーボンの初速と弾きを求めつつ、台上技術やチキータでの高い球持ちと 86g という軽量性による圧倒的な振り抜きの良さを最優先したい人、将来的にはより大型ブレードの張本 ALC や極厚で破壊力に特化したオフチャロフ ALC へ、アイウース上端の心地よいフィーリングを維持したままスタイルに合わせて移行していきたい人。確かな安心感と日本のものづくりのクオリティをまとめるならアウターフォース ALC ですね。一方、中国のサンウェイ F1 クラシックは次のようなプレイヤーに劇的な適合を見せます。アウターフォース ALC と全く同じ積層構造、板厚 6.2mm、そして極上の打球感を半分以下の圧倒的なコストパフォーマンスで体験したい人。用具に予算がかけられない学生プレイヤーや、まずはこのソフトアウター ALC の力学的な有用性を自分の手でじっくり検証してみたい用具探求者の方。F1 クラシックはまさに精密に作られた完全同一クローンモデルとして賢い選択肢になりますね。レポートの総括にもあるように、アウターフォース ALC は硬質な特殊繊維の暴れ馬の弾みを繊維の位置を内側に引っ込める、つまりインナー化するのではなく、表面木材の高度、ヤン化高度を極限まで下げることで手なずけるという卓球ラケットの設計史における最新かつ最も知的な工学的アプローチの結晶です。カタログスペックのアウター ALC という言葉だけで硬そうだと敬遠していた人は本当に損をしていますね。たった 0.1mm の厚みの違い、表面木材のヤン化高度の違い、そして数グラムの重心設計の違い。これらが自分のプレイスタイルやスイング特性とカチッと噛み合ったとき、ラリーの支配力は劇的に向上します。卓球は人間の感覚をいかに物理的、材料工学的に引き出すかというスポーツでもあるんです。プロのレビューや流行りをただ鵜呑みにするのではなく、こうした数値や木材の物性データに基づいて客観的に用具を見極めることの大切さが本当によくわかりました。その通りです。今回のテーブルテニスインサイトが皆さんが自身のプレイスタイルに最も合致する最高の相棒を選択し、卓球をもっと深く楽しく追求するための大きなヒントになれば幸いです。はい、私も早速アイウース常磐のラケットを握ってその時間差接触メカニズムを体感してこようと思います。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。お相手はケンジと美咲でした。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。さようなら。バイバイ。